いやー、やっぱ難しいな。っていうのがこの肘の向き取り。全く押さえどころないもんな。防御の部分ではなくて制御の部分で受けたら、刀がへの字に曲がるんですよ。あ、ちょっと手の力を使わない、はい、軸で進んでくる。ここでもう抑えられて抑えられてますね、僕が。はい、要はこうじゃなくてこうその時に切っ先が遅いんですよ。切っ先から動き始めるんです。ここが視点でこう動いてる感じです。視点にするとダメなんですよ。視点はダメなんだ。はい、そうか。今先生のやつが後で動画見ていただいたら分かりますが、肘を支点にこういうふうに上がってるんですよね。で同じところから上げます。すり塀ぐらいのところから、はい、上げてみましょう。僕の方がはるかに切っ先が先に上がってるはずなんです。特別に早く上げてるわけじゃないです。はい、先生が「はい」って言ってください。はい、はい、だいぶ差があると思います。はい、だいぶ差があると思います。ここで命取られるかどうかが決まるので、まずこれを上げる練習ちょっとしてみましょうか。これを、はい、要は多分これでこうすると引っかかっちゃうってことです。これをじゃあどういうことやる。いや、わからない。最初から力入れてグッて押さえてもできないことはないんですけど、最初は軽く乗せといて、動くのが分かったら重さ乗せてください。これが肘支点、次は肘抜きます。流れてこっちが取れましたでしょう。もう一回いきますね。これとこれ今側面で取ってるんで、刃はこっち向いてますから怖くはないわけです。これとこれ今側面で取ってるんで、刃はこっち向いてますから怖くはないわけです。僕が側面になっちゃう。手首をねじってしまうとダメなんですよね。まっすぐ。どういうことだ。肘の力を抜いて切っ先から上がり始めると、抑えようとしたその力で相手の刀が滑っていくわけです。すると重さを感じなくなるので、いくらでもまずめができる。惜しいです。だいぶ良くなってます。それに近いです。ここを見ずに、もう本当に相手の中心だけ見て全身の力を抜いて、肘を落としていけば、そうそのまますぐに相手の中心に自分の中心を合わせる。そしたら相手の刀が外れます。なんかイメージ的に、なんですかね、なんだろう、こうはしてないんですけど、でもなんかそういう感じです。イメージがそんな感じすると、今なんか成功するのかなみたいな。こうしてる間はなんか全然ダメだったんですけど、なんか動きとしては多分あんま変わってない気がするんですけど、なんかイメージこうしてない。そうです。それを立った状態で肘だけでやってるっていうような感じです。もう一度じゃあちょっとで、相手の剣が滑り落ちてきたら、これ相手の剣まだ今先生の方向を向いてますから、すぐに僕に中心を合わせる。これがまずめになります。
あ、そうそうそう、あ、もう取られた、こっち、あ、めっちゃ崩れた、そうそうそう、はい、あ、悪くはないですよ。ちょっと力は感じますが、切っ先が立ち始めたらもう相手の中心を取ってください。そう、そしたらもうこんだけ崩れるので、はい、あともうまっすぐ入ってきていただくと、これもうこういう状態でしか守れないので、じゃあそれを実際この動きの中で最後にこのそうです、それを、はいいけるかな。右足前で結構です。カメラ位置大丈夫ですね。はい、つきました。はい。あ、しません。初っ端からちょっと力使いすぎ。あ、そうです。力抜いて。ここか。そこからです。はい。あ、ちょっともうちょっと。今僕の中心を超えたところに刃がいっちゃったので、はい。ちょっと押してますね。はい。はい。あ、ダメ。最後の緩みがなかなか難しいです。流れで遊びをやるって。あかんな。乗られて。どうしても最後こうやってやっちゃうんです。ここで落とす。意識を変えていただいて、はい、なんていうんですかね、今これをなんとか持ち上げようとしてますけど、持ち上げるのではなく自分の中心をすぐに守るんだっていう形に変えてください。はい、それをそうそう、あ、さすが前回お教えした正しい位置につばが来てます。この時に硬いんです。そうそうそう、こう触ったら揺れるぐらい、これが肘の抜きになります。確かにキュッてやっちゃうんですね。抜いたこっちに圧力がかかると抜かれてしまう。相手の中心で、はい、そっちがおろそかになっちゃいます。最終的に刀が僕の左頸動脈を捉えるように。惜しい、はい、惜しい。まだ押す力があるので、そこでぶつかって僕が耐えれるんですよ。で、僕がこれを解放したら抜かれてしまいます。で、どういう最後にどういうことになったらいいかっていうと、前なんか不動拳ってお教えしましたっけ、こう抜くやつ。この状態で、はいはい、今右足前で結構です。はい、でこうつばぜりの状態、はい、グッと押して、これやりましたよね。はい、はい、でグッと押してください。はい、でこれで肘を抜いて小手を取るっていう前回やったと思います。はい、でそれちょっとやってみてください。はい、中心に向かって押します。これですね。はい、でこれはなぜかかるかっていうと、僕が高家先生の刀を押さえてるからですよね。はい、もう一度やってみてください。そうで、今のこの真詰めした時につばぜりの形作ります。で相手の中心をまともに押さえた場合は上手な人だと今みたいな技をかけてくるんですよ。で最終的につばぜりになった時に何するかっていうと、ここでもう相手の中心取るんです。で技かけてください。僕が、はい、さっきのやつやろうとするっていう、はい、これでも できない。まあ一回やってみてください。はい、僕の剣が流れないでしょっていうのは本当にわずかに立ち位置を変えて中心を取ってるからなんです。すると相手は次の技繰り出せない。そこまでできてこの
くるくるが完成。なるほどね。今なんかこう中心取ってますよねってこう押された瞬間にもう何やっても無理だなっていうのはさすがなんか、感じてらっしゃる。なんですかね、こう分かんないですけど体感的にあれなんか無理だなっていうのは分かります。じゃあ僕今度、これをご説明するために右足を出していただいてついた形作ります。で僕がくるくるして、頸動脈を押さえますので、その時に今の技かけてください。ここからですね、こうなってこうなった時に、これで普通にさっきのそうです。そう、これでもう面打たれたんですよね。で次はまずめしながら相手の中心をさらに取っていくっていうのをすると、この状態からどうぞかけてください。かけることができないので、相手の歯が向こう向いてるこっちが逆に取るとか。なるほど、っていう技にどんどん発展していきます。確かに中心取られちゃうとこれは できないなっていうのはされる前でも分かります。あとその何がすごいかっていうと、もう一回この状態からお互いに押し合います。で少しだけ完全に技かけるんじゃなくて、少しだけ刀をずらしてあげてください。そう、これでほら僕が今方向変わりましたでしょ。で正しく技相手の中心取った時には、はいどうぞ、僕の体は微動だに動かないんです。逆に上げていく方がどんどんそうですね。なんかもうこれ、僕ここまで上がって今の圧かけられてたら入れないですっていうような感じになります。でもちょっとかなり先の先の先までちょっとお話ししましたが、もう一度じゃあついた形を作りますので、くるくると入っていただいて、最後肘を抜いて僕の首を取る。肘抜くのが難しい。やっぱちょっと上でやっちゃってますよ。肘を抜くと下で取る形になるので難しい。ここで取れるともう僕がしんどいんですね。肘支点に上げるとどうしても上がるんです。肘を抜いてやると下で相手の刀を取ることができます。肘を抜くっていうのが難しいですね。なんか今肘抜くっていう刀の使い方っておそらく世界中の剣術とかやってる人のでかいこと言い過ぎかも分かりませんけど 99% できないと思います。今は木刀だけ使って手順を決めてこう稽古してますけど、戦場では本当に足引っ掛けて倒されたりとかそういうのもありますので、本当に短時間でパッと相手を崩すとこまでまずめしないといけないので。でも僕が足をちょっと動かしたということは一応中心は取れてるんですよ。ただ高いのでこれだとまだ僕がこう繰り返してしまってます。難しいの。最後のこれどうしたらいいの。最後の肘、先ほど先生がおっしゃってたみたいに、じゃあ肘の抜きを使う前に伸身しながらやってみてください。このイメージです。そうそう、ほら低いとこにあるとこっちがしんどいんですよ。そうそうそう。それで崩して。そうそうそう。もう首取れましたでしょ。ただその沈み込むのが見える瞬間、やっぱり連度の高い人は違う技をかけてくるので。そうそう、ほら低いとこにあるとこっちがしんどいんですよ。最初沈みながらでも結構です。その肘の抜き、沈むことによって肘が抜ける感覚をぜひ学んでいただいたらと思います。こういうね、自分が沈み込むことによって肘の緩みを連動させるって割と
大東流だとか、柔術関係の方もよく使う手法なんですけど、もうこれ耐えられない。そうもうなんか毎回ですけど、こう成功する時って全然抵抗を感じないですね。全然滑る感じは体感されると思いますけど、力と力がぶつかる感じないとないですね。全然感覚が違うんですよね、成功すると毎回。いい感じです、すごく。なんかちょっと失敗する時ってぶつかったっつって。それでだんだん腰の沈み込みを小さくしていって、最後は肘だけで再現できるように。いいんですよ、できてるんですよ。ただその沈み込みながら肘を抜くことばっかりをやると、今みたいに沈み込んだ瞬間来るなっていうので抜かれてしまう。なので最終的に肘だけで再現しましょうという、悟られないようにですよね。何回かご自分でどんどん、最初3センチ沈み込みながらやってたやつを今度2センチ1センチだんだん小さくしていっていただいて、横に押さないように、力抜いて歩くだけ。一切沈まないようにっていうのは難しいな、どうしても。でもちゃんと、沈み込み使いながらでもちゃんと取られた時には、もう先生基礎がすごくできてらっしゃるので、軸もしっかりしてらっしゃるので、もうこっち本当にしんどい。こう受けてると息するのもしんどいぐらい綺麗に技がかかってます。今日ちょうど、この収録の後稽古なんですよ。そうなんですね。これ練習します今日。手首もうちょっと折って、切っ先上げないように。うまい。もうほらできたー。いい絵が撮れた。はい、気持ちよく終わります。お疲れ様でした。でもどうしてもこの時に沈み込みたいですね。ちょっとね、使わずにだからこう沈み。一番最初の回にやったみたいに、ここから僕の手を邪魔されないように上げれるたら肘の抜きなので、これを落とさずにですもんね。そうです。今すぐ落としながらやってみてください。そうでその感覚で、肘だけで再現。肘支点になってますよ。これだな。いやー、やっぱ難しいな。もう一度沈み込みながら。そうこれを使わずにですよね。股関節は、この時に意識的にはどういう感じで、肘だけなんですね、完全に。この時には、技かけるのは肘の抜き、で相手の中心を抑えるのは股関節っていう、それを同時に使うわけですけど、今肘支点になってるので、また切っ先遅れてるんですよ。ちょっと手を押さえていただいて、で今先生されてるのはこういう感じなんですよ。刀が切っ先が上がっていくんじゃなくて、このままこう上がろうとしてる感じなんですよね。で先ほども
お話したように相手の刀が押さえてきた時にここで喧嘩するんじゃなくて、やっぱり手元に近ければ近いほど力の伝達強いので、ここまでずらしてあげるっていうのがこの肘の向き。全く押さえどころないもんな。やっぱり手元に近ければ近いほど力の伝達強いので、ここまでずらしてあげるっていうのがこの肘の向き。全く押さえどころないもんな。どう面白いな。あれですね、上がるのに押さえるとかはないんですよね。なんでこっちに押さえようと思ってたのが、もう向きが逆になっちゃってるので阻害することができないんですよね。なんか押さえてるのに、なんだろうな、こういう圧はないのに、そうですね、こうなってるんですよね、不思議な感じ。なんで？じゃああれ今も力が僕の中心超えちゃってるんですよね。なので簡単に流されてしまうので、ここで終わるようにしたいです。そう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 、はい。これな、どうしてもこれを使わないのが難しい。で最後、はい、ちょっとやってみましょう、もう一回。そう、この時に、手首だいぶ力入って切っ先がこう僕の首を取ろうとしてるんですよね。これをここで切るんじゃなくて、手首曲げてもらって、これ、これで勝手に当たったら切れるぞっていう形で手首伸ばさずに僕の中心に押してみてください。体で、はい。するともう小さい力でもっと攻めれるわけです。これがちょっと余計、相手こうしようとしちゃってる、でも殺されたくないっていうのでこっちは守ってしまうので、だから最後入った時にこうじゃなくて立てた状態で終わるともっといいです。どうしても今その昔と違って今そういろんな古流がありますけど、僕こんなこと言ったらまたちょっと炎上するかもわかんないですけど、正しく伝わってないと思うんですよ、どこの流派も。やっぱり宗家が変わったりとかで技術がちゃんと伝わらずに間違った形がどんどん昔のカセットテープを何回もダイビングしてると音が悪くなるのと一緒で劣化コピーが続いてると思うので、なぜその剣道の影響みたいに手首を使う、小指から締めるとかっていうのも絶対やめていただいて、もう本当にふわっと持ってもらって刀立てるだけ、相手が乗っかってきて勝手にこう相手が死ぬっていうような形を持っていくと、技は力なくかかるはずです。ですね。はい。このまま立ててると、はい、立ててるとここからでも技かけれます。僕を押してみてください。そうそうそう。ツールとか。はい。ですね。なんか最後ちょっと腰を急がば回れっていうような感じです。はい。ちゃんとこの綺麗な形で立てたまま、ずっと自分の前に刀は垂直に立てたままで、体の向きでどんどん刃を落としていく。前回やったこれの時もそうですね。これ大阪の時には床すれすれで止める稽古もしてたんです。手一切使ってなかったと思います。あの感覚なんですよ。するとこの押す力がなくて立ててるだけだから、この相手が不動拳で抜こうとしても刀が動かないわけですよね。そうか、こうしてるからスポッと抜けちゃう。そうです。はい。中心がずれた。中心がずれた。はい。そうそう、これだと抜こうとしたら
ほら僕の面を捉えるから僕も抜くことできないんです。今すごく良かったです。あとは最後にこうしないということですね。はい。どうしても最後押そうとした。ちょっと押しが強かったですね。最後どうしてもなんかこうしようとした。ここで僕が足を変えない形で捉えれたら、はい。悪くはないです。ここにある方が怖いです。はい、そこから僕にそうはい。今こう行こうとしたってダメって止めてあれが自然にここで止まってくれればいいんですよね。だからね、僕もずっと長年居合をやってて、その剣術を研究して、で前にもお話ししたことあると思いますけど、木刀だからできる技、真剣だとできない技っていうのが必ず存在してまして、これもちょっとアップすると炎上するかな。最近ね SNS でね、なんかちょっと僕から見るとちょっと違うよっていうのを動画に上げてらっしゃる方がいたんですよ。あれは小太刀だったかな。小太刀片手で最初からこう持ってて、相手がバーンってくるのを片手でも止めれますみたいな動画があったんですけど、いやあれ本物の刀だったら折れちゃうからねと思いながら見てたんですよね。とにかくその刃で止めない、この止めの話はまたこの次回、絶対最初からこれでやると本当に刀変形しますので。体のあれですかね、構造的に強いのは確かだけど、刃物だったらそれ怖いって止めれたとしてもっていう。刃から胸までのこの直線、確かに強いんですけど、先ほども言いましたように攻撃、制御、防御と分かれるので、防御の部分ではなくて制御の部分で受けたら、刀がへの字に曲がるんですよ。本当になんだろう、外国のロングソードと日本刀を同じ使い方で考えると絶対ダメです。構造が全然違うので、日本刀は本当に竹とか畳表をスパーンと2つに切ってる動画ばっかりこう YouTube 見ると流れてきますけど、あれは本来の正しい使い方ではないので、なんとか先生の動画でこうやって僕が発信することでちょっとでも広まってくれたらいいなと思いますが、じゃあこれをだんだん何も考えずにくるっときてスッとここまで持ってこれるように。最後押しちゃう。最後押した。手も高い。手も高い。と一番理想なのは相手がついてきた時にスッと落としてここで首を取る。もうこれでもう勝負決まる。本当だ、耐えるところが何もないんだよな。今回オンライン教室でお届けするのはカウンターが打てない人の特徴とカウンターを取る方法です。以前東京セミナーの動画で誰でもできる気持ちのカウンターという技術を解説しましたが、今回最も一般的なというか皆さんが想像するようなですね、カウンターが打てない人の特徴とどうすればカウンターを打てるのかの基本的な部分を解説したいと思います。